ます。ケンです。テスラ、実は今かなり重要な局面に入っています。株価は400ドルを割り込み、さらに200日移動平均線も下回りました。一見するとネガティブな動きですが、ここで重要なのは、これは単なる下落なのか、それとも次の大きな上昇に向けた転換点なのかという点です。今日はこの動きをテスラの本質と合わせてしっかりと整理をしていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。まず今何が起きているのか、ここを整理していきます。現在テスラ株は約383ドル付近まで下落しています。これまで意識されていた400ドルという心理的なラインを割り込み、さらに中期トレンドを示す200日移動平均線も下回りました。この2つが同時に崩れるというのはテクニカル的にはかなり重要な意味を持ちます。つまり市場は一度様子見ムードに入ったということになります。ただしここで重要なのはなぜこのタイミングで下がったのかです。その理由が今回の本題です。今回の下落の最大の原因はテスラの FSD、いわゆる自動運転に対する規制リスクの拡大です。アメリカの NHTSA がテスラの FSD に対する調査をさらに強い段階へと引き上げました。対象は約320万台に上ります。ここで重要なのは、この調査が最終段階に近いという点になります。つまり、この先にあるのは、リコールや機能の制限といった現実的なアクションです。問題になっているのは、霧とか逆光などの視界が悪い状況での認識能力です。テスラはカメラのみで自動運転を実現しようとしていますが、その前提が揺らぎ始めているということになります。そしてもう一つ重要なのが、ドライバーへの警告が遅れる可能性です。これは安全性に直結する問題であり、規制当局が最も厳しく見るポイントです。ここで一番重要な視点をお伝えします。これは技術の問題ではありません。許可されるかどうかの問題です。テスラの自動運転は技術的にはかなり高いレベルまで来ています。しかし、それが社会として許されるかどうかっていうのは全く別の話です。ここに今最大のリスクがあります。では、このニュースを受けて株価はどう動いたのか、ここからはチャートを見ながら考えていきます。今回の下落で、まず節目となっている400ドルから大きく下落しています。このラインは単なる価格ではなく、多くの投資家が意識していた心理的な節目です。さらに200日移動平均線も下回っています。これは中長期トレンドの転換を示すシグナルとして見られることが多いポイントです。つまりテクニカル的には一度流れが崩れた状態です。ここから考えられるシナリオは大きく2つです。一つはこのまま下落トレンドに入るパターン。もう一つは一度調整してから再び上昇するパターンです。今の段階ではどちらに行くかはまだ確定していません。だからこそ今は様子見が増えているわけです。ただし、ここで一つ冷静に見ておきたいポイントがあります。テスラの事業自体は本当に崩れているのかという点です。結論から言うと崩れてはいません。例えば、モデル Y は3年連続で世界販売1位です。累計販売台数も400万台を突破しています。これは単なる成功ではなく、EV 市場における圧倒的なポジションを意味します。つまり、需要はしっかりと存在しているということになります。さらに、スーパーチャージャーのネットワークも重要です。現在では、他の自動車メーカーもこのネットワークを使う流れになっています。これはテスラがインフラ企業に近づいている証拠です。なので、テスラが終わったっていう話では全くありません。むしろ基盤はかなり強い状態です。一方で無視できない変化も起きています。それが競争の質の変化です。例えば中国のシャオミは航続距離900キロクラスでライダーを搭載し、しかも価格はテスラより安いモデルを出してきています。これは何を意味するのか。ハードウェアの優位性がもはや絶対ではなくなっているということになります。つまり車そのものの性能では差が縮まってきています。ここで重要なのが、テスラは車で勝つ会社ではなくなりつつあるということになります。では、テスラの本当の戦場はどこなのか。それが AI です。
今朝のニュースにもあったんですけれども、AI6 のチップ、これは自動運転だけではなく、ロボットやデータセンターにも使われる次世代の中核技術です。つまりテスラの本体っていうのはここに映っているんです。車はデータを集めるための装置であり、本当の価値は AI 側にあります。この構造に気づいているかどうかでテスラの見え方っていうのは大きく変わります。ではここまでを踏まえて今のテスラはどのフェーズにいるのか。結論です。今は転換期です。EV で勝ったテスラが AI 企業へと移行している途中なんです。しかしその AI っていうのはまだ完全に証明されていません。そしてその進展を左右するのが規制なんです。つまり今は勝っている事業とまだ確定していない未来、これが同時に存在している状態です。では最後に一つ視点を共有して終わりたいと思います。テスラは終わったのか、それともここが最大のチャンスなのか、これは人によって答えは変わると思います。ただ一つ言えるのは、今は勝つか負けるかではなくって、どこで張るのか、ここが局面だということです。このあたり、テスラ株に投資をされている方は戦略が重要になってきたんじゃないかなと思いますので、ご自身でしっかりと今は戦略、これを考える時期じゃないかなと思います。はい、ではね、最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は下落して現在382ドルとなっております。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。皆さん、車での移動中や充電ステーションでの待ち時間、ネット環境ってどうされていますか？スマホのテザリングだとバッテリーも減るし、ギガも気になりますよね。そこで最近僕が利用しているのが、モビリティ Wi-Fi、モビファイっていうサービスです。これ何がすごいのかっていうと、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天の4つの回線を自動で切り替えてくれるんです。つまり走っている場所に合わせてその時一番強い電波を勝手に掴んでくれるんです。実際僕もこれを使っていて、先日このモビリティ Wi-Fi にスマホをつなげた状態で Zoom を高速道路で2時間行ったんですね。その時に全くもって途切れることがありませんでした。唯一本当に山の中で途切れたっていうことがあったんですけれども、それ以外高速の運転中に Zoom が途切れることがありませんでした。その時に一緒に Zoom に入っていた人にも途中途切れたら教えてというふうに言ったんですけど、先ほど言いました山の中、そこだけはどうしても繋がらなかったんですけれども、それ以外の高速では切れるっていうことがなかったんですね。なので僕はね、これかなりいいんじゃないかなと思っています。そしてこちらなんですけれども、持ち運びができるので、外での利用だったりとか、例えばマンションに住まれていて OTA をするときにどうしたらいいのかって悩んでる方も多いんじゃないかなと思います。この場合はこのモビリティ Wi-Fi をですね、車の中に入れておけば OTA も簡単にすることができます。そしてデータの容量なんですけれども、1日 33GB 使うことができます。月換算で約 990GB です。これはもう実質使い放題みたいなものです。そしてこれで月額で4180円税込みです。端末代も初期費用も0円です。車移動が多い方だったり、車内で動画をガンガン見たい方、例えばお子さんに車の移動中は iPad とかで動画を見せたいとか、そういった方にかなりね、いいんじゃないかなと思います。または移動しながら仕事するっていう方にも非常にいいと思いますので、僕自身も実際使っていてかなり重宝しています。今日もこれからですね、家族で移動するんですけれども、やはり最近は車の中で子供たちが自分のスマホでゲームをしたりとか、何か動画を見たりとかってしたいって言うんですよね。なので車の中で家族全員がスマホも Wi-Fi につないでいるという状況で移動することができるので、かなり重宝しています。ぜひね、こちらいいなって思われる方は概要欄にリンク置いていますので、そちらの方からご確認されてみてください。きっとね、カーライフがね、めちゃくちゃ楽しくなってくるんじゃないかなと思います。そしてこれからはやはり車内でも Wi-Fi がつながるっていうのが当たり前になってくると思いますので、このモビリティ Wi-Fi かなりいいんじゃないかなと思います。はい。ではね、本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。今日から3連休ですね。皆さん素敵な3連休をお過ごしください。ではまた。